私がまだ幼かった頃、両親の間には喧嘩が絶えなかった。原因はお父さんの浮気。見た目が良くて仕事もできたから、周りが放っておかなかったんだと思う。お父さんは何度バレても浮気をした。まるでお母さんの限界でも試すみたいに。私が5歳になった時、とうとうその限界が訪れた。お母さんが泣きながら怒っていたのを覚えている。どこまで身勝手なの？子供が生まれたから別れろ？じゃあ陽子はどうするのよ？うるさいな。陽子はもう5歳だろ。こっちは生まれたばっかりなんだよ。だったら何よ。あなたが結婚したのは誰なのよ。お前たちの生活の援助もちゃんとすると言ってるだろ。理解しろよ、いい加減に。父の言い分がどんなに独りよがりかは、小さい私にもなんとなくだけど感じ取れた。妻という人がいながら、別の女との間に子供を作った父。浮気相手と子供のために離婚してくれと父から迫られる母。すさみきった家の中、私はぼんやりと、優里はどんな子だろう、なんて考えていた。結局、母は父と離婚して家を出た。それ以来、私は一度も父に会っていない。私は中学校を卒業してすぐに働き始めた。少しでも早く母を助けたかったからだ。最初はスーパーで在庫管理や品出しの仕事をした。接客は少し苦手だった。半年ほど経ってからパートのおばさんに強く勧められて簿記検定に挑戦し始めた。簿記の資格を取ってからは仕事選びの幅が広がり、縁あって今の会社に勤め始めた。私は決して器用な方ではない。仕事を続けられたのは周囲の支えがあったおかげだ。生真面目でおとなしい私を同僚たちはよく気遣ってくれた。後輩にも恵まれた。社内に特別な人もできた。営業部の村田慎吾さん。慎吾さんがいなかったら私は母との別れを受け入れられなかったかもしれない。そう、母は私が21歳の時に突然の大病で世を去ってしまったのだ。病院のベッドに横たわる母から繰り返し聞かされた言葉が忘れられない。人との絆を大切にしなさい。別れの瞬間には慎吾さんも居合わせてくれた。陽子さんのことは僕に任せてください。一生大切にしますから。どさくさ紛れのプロポーズに母は少し笑って眠るように息を引き取った。私は両親の不仲を見て育った。でも慎吾さんのおかげで幸せな結婚生活を送ることができた。子供にも恵まれたし、育児休業の後は同じ部署に無事復帰することもできた。子育てと仕事を両立させることの大変さといったらない。ここでもやっぱり私を支えてくれたのは周囲の理解と協力だった。課長すみません。保育園から連絡があって子供が急に熱を出したみたいで。そりゃ大変だ。すぐに行きなさい。残りの業務一旦僕が預かろう。ああ課長、私あと10分ぐらいで手が空きます。何でも振ってください。自分ももう今の作業が終わります。村田さん、ほら、課長と引き継ぎして。はい、皆さん本当にありがとうございます。既婚者が多くて理解が得られやすかったということもある。だけど、そのことを抜きにしても、私は本当に人に恵まれていると思う。ただ、幸せな時間もあまり長くは続いてくれなかった。ある日突然、慎吾さんが他界したからだ。営業中の自動車事故だった。母と同じシングルマザーになった私には、悲しみを引きずっている暇などなかった。子育ても仕事も私が泣き止むのを待ってはくれない。同僚たちからのお悔やみと励ましを力に変えて、私はまた
一生懸命働き始めた。それから数ヶ月後、慎吾さんが抜けた穴を埋める形で営業部に新入社員がやってきた。三山優里と申します。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。目を引く美貌の持ち主で、すでに多くの実績を上げている有能な営業部員、三山優里。業界でも広く知られる人物だそうで、入社してもらえて何よりだと社長が喜んでいた。実際、彼女の実力は本物だった。入社から半年も経たないうちに、複数の大きな商談を立て続けにまとめた。すぐに部署の意思決定の場に呼ばれるようになり、2年後には部長の座に収まったのだ。優里には人を強く引きつける魅力があった。本人もそのことをよく理解している。相手の特徴をつかんで何を求めている人なのかを察知する力にも長けていた。あえて冷たくあしらう部下もいれば、明らかに厚遇する部下もいるという感じ。自分への関心の度合いや仕事に対する熱量を見て接する態度を変えているようだった。しかも、それらがあまりにも自然で嫌味がない。社員の多くは優里に心をつかまれた。私のような彼女に馴染まない一部の人間を除いては、私は優里と関わることを可能な限り避けた。できるだけ距離を置いておきたかった。きっと向こうも私の拒絶に気がついていただろうと思う。私は彼女ほど自分の心を隠すことが上手ではなかったから。社内は圧倒的多数の有利派とごく少数のそれ以外とに二分された。景気の悪化が会社の業績に暗い影を落とし始めたのもこの頃だった。社員の給与や設備投資にも影響が出て、会社の雰囲気は次第に悪くなっていった。同僚たちの心がすさんでいくのを肌で感じるのはつらかった。陰口が増え、言葉遣いが乱れ、公然と相手を罵り合う社員まで出てきた。しかも、それらをたしなめようとする者はいない。多くは見て見ぬふり。そんな社内の乱れに拍車をかけるような提案をした人がいた。有利だった。部署間の人材交流で社員の実力の底上げを図りましょう。どんな事態にも対応できる強い会社に生まれ変わることが目的だという。私は運悪くその人材交流の対象に選ばれ、有利が率いる営業チームに配属されてしまった。私が営業部で学んだのは自分がいかに営業に向いていないかということ。それに尽きた。受動的な性格も気持ちが顔に出やすいところも、社交性に乏しい点も営業にはふさわしくない。けれど、だからといって何もせずに許されるような状況ではなかった。課されたノルマをこなす必要があったし、それができなければ無能のレッテルを貼られた。どうしてこんな簡単なこともできないんですか？ちょっと理解できないんですけど。有利からそんな露骨な嫌味を言われることもあった。しかも一度言われ始めると、あとはもう歯止めが効かなかった。チーム内に私の味方は一人もいない状態。誰も有利から私を守ってくれない。あまりにも仕事が遅すぎませんか？もっとスピード感を持っていただきたいです。愛想が悪いと客に好かれませんよ。営業スマイルですよ、営業スマイル。わかります？言ったことぐらいきっちりこなしてくださいよ。足を引っ張らないでくれる？このポンコツ。連日のようにきつい言葉を浴びせられて、私の働く意欲はガタ落ちだった。けれど休んだりはできない。私がダメになったら暮らしが立ち行かなくなる。子供との幸せな生活を守るためにも、私は意地でも働き続けないと。この頃の私の意識は仕事よりも自分の身を守ることの方に向いていたと思う。どうすれば有利に嫌味を言われずに済むか、顔を合わせずに済むか、そればかりだった。私と同じような苦しみを味わっている社員は少なからずいた。いずれも有利派に属さない社員で、
彼らの多くは心を病んでいるか深い傷を負っていた。当然ながら辞める社員も増えた。送別会などは開かれない。ねぎらいの言葉もなかった。業績は低迷を続けて、会社はどんどんうまく回らなくなっていった。ある日、私は社長室に呼び出された。社長が私にどんなようだろうと困惑しながら尋ねると、そこにいたのは、やっと来た。いちいち行動が遅くありませんか？有利だった。いかにも社長と親しく話していたという感じで、嫌に距離が近い。たまたま村田くんの話になってね、三山くんが直に確かめたいというもんだから。一体何を確かめるというのだろう。目が合うと、有利は私をせせら笑った。陽子さん、あなた中卒だって本当ですか？はい、そうですけれど。嘘、本当にいるんだ。信じられない。でもそれじゃあ仕方がありませんね。何が仕方ないというのだろう。有利はニヤニヤと笑いながら社長に報告する。陽子さんが中卒だという情報を加えて、部署間交流のチームを再編します。会社に多大な貢献をしてきたエースに反論もできない社長は、わかった、としぶしぶ了承をしたようだった。すると、有利が私の方に寄ってきて耳元で囁いた。ごめんね。私のチームに中卒なんかいらないの。それでは社長、私たちはこれで失礼します。有利に背中を押されるようにして、私は彼女と社長室の外に出た。誰もいない通路に二人だけ。私が最も避けたかったシチュエーションだった。部署間交流で編成した私のチーム、成績が最下位だったんですよね。そうですか。そうですかじゃないでしょ。誰のせいだと思ってるの？いかにも私のせいだと言いたげな有利だった。能力の低い者がいたら、それをカバーしてあげるのがチームだと私は思う。使える人間だけを残そうとするやり方で、会社の成長なんてあり得るだろうか。自分の目的のために強引にメンバーを入れ替える有利。私は本当に嫌気がさしてしまった。何ですかその目。いいえ、別に。私に逆らったらクビですよ。今の私にはそれぐらい簡単なことなんですから。そんな言葉まで浴びせられて、私はもうすっかり覚悟を決めてしまった。会社は他にもある。辛いのを我慢して、ここに留まらなければならない理由なんてないのだ。翌日、私は社長に辞表を提出した。驚いたのは、そんな私の行動を知って、我も我もと辞める人が続出したことだ。多くは事務の女子社員で、私と接することが多かったメンバーだった。村田さんが辞めるなら、私たちも辞めます。今の会社のやり方には耐えられません。私は驚いた。こんな私でも、誰かの心の拠り所に慣れていたなんて。私をはじめとする複数の女子社員が辞める話はたちまち社内に広まった。上層部は大いに難色を示したけれど、私たちは何を言われても決意を曲げなかった。出勤最終日のことだった。待ってください、陽子さん。会社を去ろうとする私を呼び止める人がいた。有利だ。彼女が血相を変えて走ってくる。ここ最近、彼女が上層部から非難の的にされていることは知っていた。多くの社員を失った原因の一端は有利にある。会社はようやくそのことを認めたようだった。私、辞めていく皆さんについて人事部の人に詳しく聞いたりしていて。どうしてですか？引き止めるための材料でも探していたんですか？勝手に個人情報を聞き出したりしたことは先に謝ります。すみませんでした。構わず立ち去ろうとした私を、有利は大きな声で呼び止めた。どうして黙っていたんですか？気づいていたんじゃありませんか？
お姉さん。お姉さん。私は振り向いてもう一度優里と向かい合った。そう、初めから気づいていた。深山という旧姓、私との年齢差、顔立ち、そして何より父によく似た独りよがりな性格。優里は私の腹違いの妹なのだ。意外なことに優里はポロポロと涙を流し始めた。お父さんもお母さんも病気でもういません。私、ずっと一人で生きてきました。それから優里はぽつりぽつりと語った。彼女は自分が父親の浮気の末にできた子供であることを何かの拍子に知ったという。生まれに誇りを持てず、不届きで不死だらな両親を恨み、人を信頼できないまま成長した。あるのは親への反発心と、いかに周囲を利用して上手に生き抜くかという思いだけ。誰にも心を開けないまま、自分の能力と魅力を武器にしてここまでのし上がってきた。でももう限界。どんな会社に勤めてもそう。最後には人が離れていくんです。そんなこと知ったこっちゃないわよ。あなたは自分のことばかりで他人を大切にしようとしていないんだから。でも今の私には陽子さんが唯一の肉親なんです。だからあなたにまで捨てられたら私は。涙を流す優里に私も話した。両親の離婚から今までのことを。人との絆を大切に。母さんが残した言葉を胸に今までひたむきに生きてきたことを。会社を離れるけど私は一人じゃない。子供がいるし友達とのつながりもあるから。あの子の存在は私と慎吾さんとの深いつながりの証。友人たちとの切れないつながりもそう。私が人との絆を重んじてきた証だ。あなたもかわいそうな自分のことばかりじゃなくて、相手のことも大切にしてあげるといいわよ。相手のことも大切に。それだけできっと何かが変わると思うから。あ、陽子さん、陽子さん。私は涙にくれる優里を背に歩き出した。二度と振り返ったりはしなかった。その後、退職した私は自分でも思ってみなかったことを始めた。信頼できる仲間に声をかけて一緒に新しい会社を立ち上げたのだ。有能なメンバーが多数集まってくれたおかげで、年を追うごとに業績はアップ。逆に、勤めていた会社は業績不振から立ち直ることができず、ついに倒産してしまった。それからさらに数年後のことだった。会社の面接に意外な人物がやってきた。深山優里と申します。久しぶりに会う優里の目は不思議と以前よりもまっすぐ、きれいなものに見えた。ここで一から学ばせていただきたいと思ってきました。どうぞよろしくお願いします。その表情は真剣そのものだった。断る理由はない。どんな人だって挫折を経験したりするものだ。私と仲間たちは優里を受け入れ、また新しい一歩を踏み出した。